ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメシュン。今週もマスターの作業部屋からお届け。今日から2年目突入よまあね、学校でもね、1年目はほら行事とかあるじゃないですか、2年目ってね、みんな何やってました？小学校2年生の時、私は竹馬と一輪車を乗り散らかしてました。なんかちょっと意外だね本当ですか？自分はライターをやってたんですけど、ライター2年目の時にとある出版社さんから攻略本を出した時に、はめこって名前だけはやめてくれてるだけはね、聞き方によってはか。いいのこれ。僕ね、紅白4回出たんですけど、紅白歌合戦2年目の時に一番調子に乗ってました。お昼ご飯にうなぎとか食べてました。いらっしゃい。いらっしゃいませ。BB タックの強豪のお二人じゃないですか。お願いします。お願いします。今週のゲームは作品の枠を超え人気キャラクターが集結。簡単操作で2ターン2のタッグバトルを楽しめるブライブルークロスタッグバトル。今週のお客様、1人目はフェンリッチ選手。華麗なコンボを武器に10代の頃から数々のタイトルで活躍するマルチゲーマーとして知られています。そして三上選手、ギルティギアシリーズやブレイブルーシリーズをこよなく愛する関東のトッププレイヤーです。そしてブレイブルークロスタッグバトルを番組で取り上げるのも今回2回目になるんですね。いつかちゃん、これどんなゲームだとか覚えてますか？いや、なんかいっぱい素敵なキャラがいたんですけど、なんか私の大好きななんかごついキャラが覚えてる。あれ好きでした、ね。ワレンシュタイン。そうだ。まあお二人はね、このゲームのどういったところ好きなのか、どういったところにハマったのかっていうお話から聞いていきたいんですけれども、もともと自分はそのアークシステムワークさんのゲームがすごい好きだったんで、そこで完全新作出してくれることがもう本当嬉しくて、かなりキャラクターもいろいろ濃ゆいですし、ゲームとしての自由度も半端なかったんで、絶対やるぞって決めても最初からずっとやってましたね。自分も元はそのアークのゲームをいろいろとやっていたんですが、ブレイブルーが特に好きで、他の作品のキャラクターとも連携とか組めたりで夢の共演ができるっていうのが本当になんかやっててすごく楽しくてハマりました。実は昨年11月にアップデートがあったんですけども、前回特集した際はちょうどアップデートの直前だったので、およそ1年経過してこのバージョン2っていうのに一体どういう感じですかっていうところをちょっと聞いていきたいんですけど。かなりいじってきたなって印象でしたね。ゲーム性、大きくは変わらないんですけど、調整がどれも結構その強めというか、アッパー調整が多かったんで。なるほど。いつかちゃん、アッパー調整って意味わかる？今なんとなく分かってたふりで話進めようとしたでしょ。ダメだよ、許さない格闘ゲームって調整が入っていろいろキャラクターが強くなって弱くなったりするじゃないですか。全部強くしちゃえばっていう。ざっくり言ったら全体的に強くしてもっとはちゃめちゃになったらどうなんのっていう。プレイヤーの一個人としては嬉しい調整でしたね。新しいことがいっぱいできるし、研究のしがいもあったんで。なるほど。フェンリッチさんいかがですか？今までその弱攻撃連打をすると、その最後パートナーと交代しながらそのチェンジするっていう技があったのですが、それが今回システムが変わって、その後ろのキャラクターがと入れ替わってから強化されて、そのゲージ回収とかいろいろと強化されて、今まであまり見なかったチームとかたくさん見れるようになって、本当そのプレイヤーとして見てるとすごく楽しいゲームになりました。幅が広がったと。あと全然関係ないけどちょっと痩せたよね。いや痩せてみようそれはもういい。そしてエボジャパン2020ではお二人とも検討しましたよね。いかがだったでしょうか？今年1月に行われた格闘ゲームの祭典エボジャパン2020。お二人はブレイブルークロスタッグバトル部門に出場し、南選手は9位、フェンリッチ選手は25位という結果となりました。当時もブレイブルタッグずーっと深夜までやりっぱなしだったんで、週なので、結構そのゲームってやり込むと、大体素性わかるじゃないですか。誰がどれぐらい強いとか、そうですね、このキャラがどうとか、そういうの一切ない、調べない状態でもうとりあえずゲームやって行ってみようと思ったんで、そういう意味ではすごい楽しかったです。出て何も調べないで、相手のこととかも調べないでもう見ないようにしました。すごいな。なんか結構意識しちゃうんですよ。読み合いの部分とかであんまり考えてもしょうがないじゃないですか。結果的にはね、結果論になっちゃうんで、もう一周回ってトーナメント表見なかったんで一切。すごいちょっとかっこいいね。フェンリッチさんもエボジャパン覚えてます？
バージョンも変わったということもあって、ちょっと前のバージョンだと自分の方がちょっと理解度があったのですが、ちょっとバージョンが変わってから理解度の差が大きく開きすぎていて、そうだよね。特にいろんなゲームやってるじゃないですか。やっぱその今だとその SNS そうですね、ツイッターとかツイッターとか幸せだなーっつった。まあいいや、ごめん、もう SNS ごめんなさいとかでその情報とか得られるので、最終的にはあれでしたね。やっぱやり込みの差が見えて、普通に負けてしまいましたね。当時、バージョン2になってから2ヶ月のエボジャパンと今ってなんかその全体的ななんでしょうキャラクターの評価とかって変わってたりします？変わってますね。今旬なのはクマってキャラクターと、ヒルダってキャラクターがすごい旬なんですよ。自分がそのペルソナヒルダはアンダーナイト。アンダーナイトにいたよね、ヒルダ。いたいたいた。キャラです。結構弱いって言われてたんですよね。その遠距離キャラクターで、リーチは長いけど、近づかれると防御手段がなかったりとか。切り返せないと。結構その一家に1台とは言わないですけど、上位の人がみんな使ってるんですよね。じゃあクマヒルダが今。そうですそうです。端々で攻撃当たっちゃうんで長すぎて。そうかそうか。見ないと分かんないけど、そういうキャラ多すぎでは。そうですね。そういうゲームですよ割と。今でもそうやっぱそのまだあまり見ないキャラクターのチームとか思った以上になんかかなりキャラクターがばらけていまして、ばらけてる。一部似たようなチームはいるのですが、ほとんどその片方だけその固定でもう片方違うとか、もしくは両方とも違うとか、今回のバージョンかなりばらけてて本当に見ていて楽しいですね。そうなんですね。今回じゃあお二人で来ていただくの初めてなんですけれども、お互いのこの印象っていうところをちょっと聞いていきたいんですけど。いや最初、びっくりしたんですよ。びっくりした。自分はそのブレイブルーズで最高3勢なんで、もう初期の時からずっとやってるんですよ。全国大会も優勝して、その時にいくつだったっけ？16ですね。家族同伴だったんですよ。全国大会。そうですそうです。まさかもうその前後からもう西側の人から振動振動ってずっと言われてて、びっくりしましたね。若くてこんなプレーする子がいるんだみたいな感じでした最初は。業界を活気づけるような若手みたいなのが出てくると、うわ王子も負けらんねえみたいになりますよね。最初、すっごいかっこいいコンボ決めるんですよ。ちょっと見せコンに見えるようなコンボなんですけど、見てる側からするとすげえなってなるじゃないですか。絶対これ食らいたくねえって。そう最大を取ってくるっていう。でももうぶっ飛ばしてやると思ったんですけど、食らって負けました。初めてその関東行った時に、最初は知らずに対戦して、なんだこのガードが異常に硬くて、甘いところをしっかりと絶対潰してくるの誰だろうと思ったら、そのお相手が南さんだったのですが、やってることがもう誠実すぎて、なんかおしゃべりするのちょっと気まずいなと思ったら、かなり気さくにお話しいただけたりとか、仲良くしていただけてからかなりいろいろとキャラクターのネタとか教えていただいたりとかで、こう言っていいですかわからないですけど、ちょっとお兄さん的な。フェンリッチ君のお兄さんっていうのはものすごい重要なポジションだから、まだ本物のお兄さんがねすごいっていうお話たくさん聞いたから、だからフェンリッチ君をもってしてお兄さん最高級の褒め言葉ですよ。超褒められてる。横でこう改めてめちゃくちゃ恥ずかしいですね。やばいですねこれ。その関西から関東になぜ行こうと思ったっていうか、何をきっかけに？関西で大会とかあったら極力出るようにしていたのですが、ちょうどその時全国大会がありまして、ちょっと兄と記念に出るかという感じで、ちょっと全国あるところに行ってたら、チームメイトが強くて優勝できて、ちょうどその時ギリギリ16歳になって、家族同伴だったら関東の方に行けるということで。同伴じゃなきゃダメだったってことね。参加するの。今一瞬優勝してしまったっていいか。ここまでフェンリッチ選手って言ったら、ギリギリ勝てましたってネタがあるんですよ。あまりにも謙虚すぎて、もう謙遜しすぎて、全然圧勝してるのにギリギリ勝てましたって言ってるんじゃないかってみんなに思われてるんですけど、今その片鱗見えましたよね。見えたね。優勝してしまったっていう。優勝してしまった。優勝する気はないのにしてしまった。使用してるキャラについてちょっと聞きたいんですけど、なぜどういうところが好きなんですか？最初見た目で全部決めちゃうんですよ。見た目勢ですね。でその性能が自分のしたいことと明らかにかけ離れてたらやっぱやめちゃいますね。特にこのゲームは組み合わせすごい大事なんで、結構泣く泣く切っちゃったキャラはやっぱいますね。相性もあるんだ。ありますあります。見た目の好みのその傾向っていうのを聞きたいですね。
そうだね、そこからね占えるのではないかと思ってるからね、まあ最初にまずやり込み始めたあ、それもギルティギアです。ギルティギアギルティはだってチップ使いで超有名だったからね。チップですね。はい。次じゃあブレイブルー。そうですね。ブレイブルーはそのノエルってキャラクターを使って、そこからもいろんなキャラ使ってます。その作品その作品で毎回変えてる感じですね。じゃあ方向性があるわけじゃないんですね、ちょっとね。そうだね、まだ見たわかんないね目ではあるけどっていう。いや本当は中学生の頃あたりって女キャラ使うのって恥ずかしいとかありませんでした？わかるわかる。アンダーナイトの人は女キャラ堂々と使うけど、俺たちはね恥ずかしかった。わかる俺たちはあっち側とこっち側みたいに言うのやめてくださいよ。違うんですね。最初ミリア使いたかったんですけど。本当はミリア使いたかったんだ。スピードキャラだからね。まあでも性能や見た目ありきっていうのはありますよね。基本見た目好きじゃなかったら絶対使わないです。ゲームする時大体その見た目で選んでからそのストーリーとかキャラクター知って好きになって、そこからもう愛着湧いて、このバージョンではちょっと難しいなと思っても、ちょっとこのキャラ好きだからちょっとやり続けたいなっていうので、なかなか。でも BB タックではその今ジンはもう使ってないんですよね。BB タックでは最初はそのジンをメインにそのいろんなキャラ使ってきたのですが、勝つのが難しくなってしまって、自分が一番納得するキャラクターを使おうと思ってミツル譲り派を使うようにしました。10月には公式オンライン大会アークレボジャパンオンライン2020が開催予定。お二人は出場されるのでしょうか。2010年10月には、アークレボジャパンオンライン2020というその公式オンライン大会がこう行われるわけですけども、ブレイブルークロスタックバトルも10月24日に開催というふうに、報じられております。そちら意気込みといいますか、その出場をまずされるのかというところからちょっと聞いていきたいんですが、どうでしょうか。まあ当然出ます。もうそのさっきも言った通りアークゲー大好きなんで、もうブレイブルーとブレイブルークロスタックバトルとグラブル VS でまあいい成績取れるように頑張りたいですね。完全にもう3タイトル3タイトル頑張ると。はい。じゃあフェイニッチさんどうですか。自分もそのブレイブルーセントラルフィクションとクロスタックバトルの2つ出ます。前回そのやっぱエボジャパンで負けてしまったのがあったので、今回はちょっと負けた相手にリベンジできるように頑張りたいと思ってます。タイトルどっちですか、それは。クロスタックバトルですね。OK です。なるほど、意気込み十分ということなんですね。となると、まあその大きな大会の前だからっていうのもあるんですけど、単純に僕が見たいこの2人の戦いをいやでもな、さすがに BB タックはないよね、ここ。ないと思う。いや正直あると思ってます。ですよね。ですよね。お二人に戦っていただくこと可能でしょうか。やりますか。お願いします。それでは、ここからエキシビションマッチをお送りしていきたいと思います。ブレイブルークロスタックバトル、南選手対フェンリッチ選手、西谷選手でお送りします。はい。今日はあれですね、フェニッチ君にかっこいいコンボを食らないように頑張ります。かっこいいコンボ食らわない。決めるじゃなくてね、食らわないでください。はい。南さんにかっこいいコンボを決めて勝ちたいと思います。いいですね。ほこたてみたいになってきた。はい。それでは準備をして始めてください。ということで今回は2試合選手制のエキシビションマッチ、南選手とフェンリッチ選手の対戦です。お互いに公営のキャラクターをこう出しながら戦っていくと、いきなりかっこいいコンボが決まらなかった、このまま攻めに展開していくのはフェンリッチ。南を使うハートというキャラクター、原作アルタナハートからの登場なんですが、フォーミングラッシュという仕組みを使いますが、気づいたらフェンリッチの選択肢、集団を繰り返して集団崩していくフェンリッチのチャンス。かっこいいコンボが決まっていきます。ただまだ置き攻め、そのまままずはルビーを落としました。とんでもない速度で試合が進行していきますね。もう一人落ちてしまって相当不利だ。ここで、南のハートが登場。フェンリッチの水の攻め、下段、そして中段、この2択は見てガードするのは不可能だ。これはどうなるか。このままかっこいいコンボで、いや残っている。ここでレゾナンス発動、体力が回復していきますが、1人になったハートどうするか。絶体絶命です。逆転の活動を見出すことができるか。うわダメだ。開幕から怒涛の攻めで序盤にリードを広げたフェンリッチ選手、その勢いのまま1試合目を先取しました。
続く2試合目、南選手が動きます。あ、ちょっとこれキャラクター変わってきました。もしかしてこれは話題の足立由美。足立由美ではない。いや、足立というキャラクターと由美というキャラクターを足立由美っていうの組み合わせるので、これで足立由美っていうタッグですよ。南さんキャラクター変えてまいりました、はい、特にこの足立の繰り出すジオダインというとんでもないビームがあるんですが、それをさせないようにまずフェンリッチが接近戦に持ち込んでいる。南は距離を取って、これですね、ジオダイン、これとんでもないレーザー、非常に攻撃アタック発生、そして周りのとんでもないビームです。これここから攻めに転じる、そしてコンボに行くことができるんですが、しっかりとしかも2人巻き込んでる。フェンリッチのメツルがコンボを決めていきます。一気に足立の体力を大きく減らしました。おっと、このガードしている。そしてクロスコンボを挟み込んで崩していきますが、ここで譲りが登場。ここで弓にチェンジしていくのは南体力危ないだが、ここでフェンリッチの譲り派の攻めが通っていきます。画面足非常に長いリーチを生かして、ただこれクイズヒット、コンボにはつながらない、示しにはなりませんでした。あー、入れ替わった。みつるが攻め込んでいきますが、中段クロスコンボ、これはつながっていない。ここになんとか足立を出して、おっと一息南、でも体力めっちゃ回復してる。攻め込んでいくところに対して、おっと凍らせて譲り派がコンボを叩き込み、足立の体力がもうほとんどありません。もうインフィニットワースを決めてからミスルが登場、そのままダウン。足立を落としましたフェンリッチ。ここで残るはユミだが、ここで逆ガードになってるか。攻めが展開されます。これをいやずるいでしょ。しのいでいるのか。レゾナンスブレイズを発動する、投げも抜ける。前に出るが、いやー、ここで譲り屋が登場。コンボが決まります。さあ登った。お、ユミの逆襲が始まるか。まずはある程度のダメージを一気に当てて、譲り派が登場。ここですコンボ、ここをしのぎながらユミがチャンスにできればというところですが、南時間は100秒。誰かもう足立はいません。ユミ1人戦っています。南は最初フェンリッチは2人いる。当たった。ミツルが倒しきりました。ディストーションフィニッシュ。エキシビションマッチ勝者フェンリッチ連勝です。いやこれは文句なしでしょう。それでは感想を聞いていきたいと思います。ちょっとかっこいいコンボを決めるという話だったのですが、南さんの立ち回りがうまくて、そういうそれをする牙もなくなんとか勝てました。負けたやつのテンション。そして惜しくも敗れてしまいました南選手にも感想を聞いていきたいと思います。強かったですね。どっちが勝ったか分からなかったんですけど、ギリギリ勝てました以外もセリフがあるんだなと思ってちょっと嬉しかったです。この戦いの勝敗の決着のポイントになった部分というのは一体どのあたりにあったんでしょうか。ハートルビー戦の時が最初に1回先に触れたのが一番でかかったのかな。変われたと。あれが逆にこちらが先に触れられていたら試合が逆に変わっていた可能性が、このゲーム特に初手触れた方がほぼほぼその流れ持っていくっていうのが多いので、すごいなそれ。なんか本当でかかったなと。なるほど。いや立ち回りがうまくて、空対空、しっかり落とされちゃった後にミツルの上り攻撃って絶対見えないんで、はい、見えないですね。なっちゃった時点でもう、負けたかなと思っちゃいましたね。なるほど。先にやはり触られたことが敗因だった。そうですね、敗因でしたね。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。賞金総額は300万円。ストリートファイターリーグプロ JP2020 プレシーズン大会ファイナルトーナメント。ストリートファイター5で行われている日本最高峰のチームリーグ戦、ストリートファイターリーグ。その前哨戦に位置づけられる今大会は、各チームのリーダー6名に加え、プロ選抜戦オープン予選を勝ち抜いた6名の合計12名が争います。ヒットで行きたいがゲージがたまる。初戦から時戸選手と孫選手の好カードでスタート。カードを6式覇者の方、桃地
今作では初となる梅原選手と桃地選手の対戦などシーンのトップを走り続けるプレイヤーたち、そして若手世代を代表する選手たちが頂点を目指し競い合います。誘い込まれた。今その投げをこう空振りすることでちょっとフェイントをかける。ライン超えてないか藤村。3の3で飛んでるぞ。いや刺さっている。わ、いいですね。いい飛び。樋口この最終盤で一気にアクセル全開。様子見ガードどうだ。ゲージが溜まりそうだ。溜まりますね。藤村相手に完璧。大きなリターンダメージエースハーフゲット。いやーターゲットから前に来る。ここでトップギア。いやーそのまま決めに来ました。そして決勝は今シーズン圧倒的な強さを見せる梅原選手と快進撃を続ける19歳樋口選手との一戦に、年の差が倍以上離れた2人によるガイルのミラーマッチ。梅原選手が2セット連取し早々と王手をかけます。しかし食い下がる樋口選手。そして2対2で迎えた最終セットはお互い全力を尽くした激闘に。目まぐるしくフルセットフルラウンド、このラウンドの勝者が優勝となります。 V トリガー起動からその後ラインを上げてガイルハイから V リバーサル。梅原のゲージが不敵に溜まった。なんでゲージが3もある。これね1ゲージ使っていく。2ゲージ上 EX サマーソルト。ソニック樋口が追い詰められている。ソニックゲージがない。樋口に1ゲージ出来上がりそうだ。ブレード差し返していく。ゲージが1本。このままいい。お互いの一挙手一投足が時間もね勝負を決める。ガードしている。 V リバーサル攻めていく。1ゲージ。この白ゲージでかすぎる。あとは小突くだけか。ここで梅原のゲージがない。ブレードで段数の多さがあるのは樋口です。いやー怖い。投げ抜け技揃った。歴史の1ページ刻んだと言っていい名ゲーム。優勝は樋口選手になりました。今までこういったでかい大会で勝つっていうことがなかったので、その辺の一皮むけれたのかなという感じです。そうそうたる顔ぶれが参加する中、19歳のニューヒーローが見事な優勝を飾りました。樋口選手おめでとう。はい、それでは本日も閉店のお時間となります。2回目なのにむしろ前回より緊張してしまって、なんかだいぶ先ほど SNS もだいぶなんかよく噛んでしまってそんなん誰も気にしてないよ。ちょっといろいろと本当申し訳ないですが、今日はすごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやめっちゃくちゃ緊張しました。緊張してるように見えなかったぐらい喋ってくれましたけどね。しかももともと見てたんですよ。試合とか仲いい人出てくるんで、まさか自分がそのする側に回れると思ってなかったんで、本当にありがとうございました。はい、ということで、格撃士ハメジュン、今夜のゲストはフェンニッチ選手と南選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次週は鉄拳7特集。青選手とダブル選手がご来店。お楽しみに。